一日一札幌、元新選組長倉新八の菩提寺を訪ねる。最近はゴールデンカムイですとか漫画で新選組のメンバーが出てきたりですとか、あと斎藤一の顔写真が発見されたりと、またちょっとにわかに新選組ファンの血がたぎるような出来事が続いているんですけれども、今回は、ぐっと趣味に走りまして新選組の生き残り長倉新八の足跡をたどってみたいと思います。新選組の2番隊の組長を務めた長倉新八は、沖田総司ですとか斎藤一、という達人を差し置いて、新選組内で最も腕が立つと言われていた剣豪なんですけれども、そのがむしゃらな性格からがむしゃらな新八という意味ですねというあだ名がついていたですとか、キャラクター的に非常に魅力的なためさまざまなフィクションで描かれることも多い人物なんですけれども、新選組が消滅して時代が明治に移ってもなお生き残り続け、晩年は北海道小樽市に、居を構えて家族に囲まれつつひっそり余生を過ごしていたというのは、意外と知られていない事実なのではないでしょうか。こちらが、小樽市にあります良徳寺で、長倉新八の菩提寺ということで、有志の方々によって、門の前に石碑が建てられておりまして、あと長倉新八のミニ展示コーナーなどありますので、こちらの内容を見つつ、お話を進めていきたいと思います。はい、でここでざっくり長倉新八について解説しますと、彼はもともと松前藩、函館の方の藩ですねの出身で、江戸の松前藩上屋敷で生まれました。幼少期から神道無念流の道場で腕を磨き18歳で、本目録まで上り詰めますが、剣術好きが高じて同年に脱藩、親族に迷惑がかからないようにと、長倉、もともとは長い短いの長いの漢字だったんですけれども、これは今知られております長倉、長い永遠の方ですねに、長倉と改め、剣術修行で各地を渡り歩いた果てに、やがて近藤勇が道場主を務める、天然理心流、紫英館の食客となります。その後清川八郎の発案による浪士組に近藤らと共に参加。近藤と芹沢が清川とたもとを渡って、壬生浪士組からやがて新選組となるに至って、長倉新八もその腕を買われ、撃剣師範および2番組の、組長を務めるなどの、隊の中核を担う存在になっていきました。その後有名な池田屋事件をはじめ、慶応4年の鳥羽伏見の戦いまで、持ち前の強胆さで四分人の働きをしましたが、新政府軍の勢いには勝てず、甲州の戦いで敗れ江戸に退却後、近藤と、たもとを分かちまして、同じく新選組の食客組であった、原田佐之助とともに、正兵隊を結成して各地で転戦を重ねます。その後会津藩の降伏を知って江戸へと帰還しますが、ここで数年間、反政府勢力としての決起を模索していたようなんですけれども、結局潜伏生活続けているうちに、時流が変わりまして結局望みは叶わず、明治4年に松前藩医である杉村昌伯の娘と結婚しまして、婿養子として松前に渡ってきます。で北海道に渡ってからの長倉新八ですが、明治6年には家督を相続して、杉村義恵と改名し、松前から小樽に移り住んでおります。その後はですね樺戸修士館という、監獄なんですけど現在の空知地方にある、あった監獄ですね。で監修に剣術指導を行ったりですとか、あと一旦東京に戻って、伏込で、剣術道場を開いたりと各地を転々としていたんですけれども、明治32年に、再度小樽へ転居しまして、その後亡くなるまでこの地で過ごしたということです。明治期に長倉新八はいくつか手記のような文章を残しているんですけれども、その中でも小樽新聞による聞き取り取材をまとめました新選組顛末記ですね。こちらは幕末の生き残りによるリアルな証言でして、
当時の世間からは新選組というのは悪の人斬り集団として認識されていたんですけれども、そういった悪いイメージを覆しまして、後の歴史研究ですとかフィクションなどに多大な影響を及ぼしています。はい、で場所が変わりまして、こちら小樽市の、市役所通りのバス停の前なんですけれども、こちらに、大正2年の、5月22日に、長倉新八を訪ねて、自称近藤勇の娘であるという、山田音羽という女性が、訪ねてきて、こちらの地で対面したということで、日が経っております。でこちらが、長倉新八をはじめとしまして、杉村家のお墓のある小樽の中央墓地となります。長倉新八杉村義恵ですねは、大正4年1915年の1月5日、小樽にてその波乱に満ちた人生の幕を下ろしました。去年は77歳、晩年は敵も味方も含めまして、戊辰戦争で死んだ全ての人間のために、毎日仏壇に向かって手を合わせていたといいます。